皆さんこんにちは。本日も動画をご視聴いただき、本当にありがとうございます。みさきです。こんにちは、ケンジです。さて、ケンジさん、今日のテーマなんですが、ズバリ、卓球台です。ついに卓球台のテーマに来ましたね。非常に奥が深くてエキサイティングな分野ですよ。卓球台って普段部活動や体育館、あるいは施設などで何気なく使っていますよね。でも、プレイヤーやベテランの方でも、緑や青の大きな台、厚みがちょっと違うかなくらいにしか意識したことがない方が多いと思うんです。そうですよね。でも実は競技用の卓球台というのは単なる球を打ち返すための作業面では全くないんです。ボールが持っている運動エネルギーをどう変換するか、そしてドライブやカットといったスピンの回転量をどれだけ正確に伝達するかをミリ単位どころかミクロン単位の精度で制御している極めて高精度な構造体でありハイテク装置なんですよ。ミクロン単位ですか？単なる頑丈な木の板じゃなかったんですね。そうなんです。卓球台の天板に使われている素材の密度、その内部の積層構造、表面の塗膜の厚さや粗さ、さらには下部フレームの合成や脚部の構造によって、ボールがバウンドした後の飛び出し角度やスピード、回転の変化が劇的に変わるんです。同じプラスチックボールを打っていても、台が変わると、あれ、今日の台、なんだかバウンドが浅いなとか、ドライブがすごく伸びてくるなと感じることがありますけど、あれは感覚の気のせいじゃなくて、ちゃんとした物理的工学的な理由があったんですね。まさにその通りです。メーカーやベテランプレイヤーも感覚的には知っていても、なぜそうなるのかという構造力学や材料特性の真実まではなかなか言語化されて語られることがありませんでした。今回は国内外の主要メーカーが誇る最新の技術仕様や構造メカニズムを徹底的に解剖して解説していきますよ。それはワクワクしますね。卓球を見る目も、プライする時の感覚もガラリと変わりそうです。日本の誇る超精密な木工技術と安全設計、そして海外メーカーが推し進める衝撃的な 30mm 互活天板や LED ディスプレイ内蔵モデル、さらには全天候型の特殊樹脂天板まで余すところなくお話ししていきますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。はい、それでは早速、卓球台の奥深い世界へ一緒に入っていきましょう。ここからは、今回調査した報告書の全体像をつかむために、主要な発見やポイントをまとめた概要を見ていきましょう。ケンジさん、今回の報告書から見えてきた大きなポイントってどんなところでしょうか？はい。今回の包括的調査報告書から得られた主な発見は大きく分けて5つの軸に整理できます。5つの軸ですね。具体的に教えてください。国際規格と材料力学の密接な関係です。国際卓球連盟 ITTF や日本卓球協会 JTTA が定める厳格な公認規格をクリアするために、天板の素材として高密度パーティクルボード HDPB や中密度繊維板 MDF、さらには天然木を組み合わせた積層構造などがどのように使い分けられているかという点です。天板の素材そのものがまず厳選されているわけですね。2つ目は天板の厚みが及ぼす合成と反発特性 COR の影響です。15mm や 18mm の薄型天板から世界大会仕様の 22mm や 25mm、さらには欧州のハイエンドモデルで見られる 28mm や 30mm という極厚天板に至るまで、厚みが増すことで局所的な曲げ振動がどう抑えられ、バウンドの均一性がどう達成されるかが明かされています。30ミリなんていう厚さの台もあるんですね。バウンドがどう変わるのか気になります。3つ目は国内主要メーカーのアプローチと打球特性です。3A のスーパープライコア天板や視覚・動体視力に着目したレジブルー塗装、タマス・バタフライの CFB メラミン特殊化粧板による強力なキック感、日本卓球・ニッタックのガスダンパーを採用した高い安全性とニュートラルなバウンド、そしてビクタスの3層構造による振動減衰技術やユニバーの精緻な MDF 加工など日本企業のこだわりが詰まっています。日本のメーカーだけでもそれぞれ全く違うアプローチで開発しているんですね。そして4つ目は海外主要メーカーの革新技術と多角化。
中国の上海高層機のリル超高表面高度と脚部 LED ディスプレイ内蔵モデル。スウェーデンのスティガスポーツが誇るエアピストン式のワンアクション設営システム。ドイツのヨーラやティバーの極厚天板と高級家具調デザイン。フランスのコニオールがリードする高圧ラミネート樹脂 HPL を用いた全天候型屋外卓球台の技術など非常に多彩です。屋外用の卓球台や脚に LED がついている卓球台まであるなんて驚きです。最後に5つ目が、プラスチックボールとの相互作用と次世代のデジタルサステナビリティ技術です。セルロイドから ABS 樹脂製ボールへ変わったことで生じたスリップ現象を克服する表面塗膜処理や、湿気が及ぼす MDF の不可逆的な膨張問題、そして2027年から導入予定の ITTF グリーンラベルを見据えた環境対応、さらには圧電センサーや光学トラッキングを搭載したスマート卓球台の登場です。なんだか未来の卓球台の話まで飛び出してきましたね。これから順番にそれぞれの内容を詳しく掘り下げていくのが本当に楽しみです。ここから各論としてじっくり深掘りしていきますので、どうぞご期待ください。さて、ここからは各論に入っていきましょう。まずは卓球台の工学的基礎と公認規格についてです。ケンジさん、公式な試合で使われる卓球台ってどれくらい細かくルールが決まっているんですか？実は非常に厳密な数値が国際卓球連盟 ITTF や日本卓球協会 JTTA の公認規格によって規定されているんです。調査報告書によると、寸法の規格は長辺が 2740mm、2.74 メートル、短辺が 1525mm、1.525 メートル、そして高さが床面から760mm、76センチと定められています。ミリ単位できっちり決まっているんですね。寸法だけではありません。天板の平坦度、つまりどれだけまっすぐフラットであるかはもちろんのこと、反発性能、表面の光沢度、光の反射のしにくさ、そして表面の微細な摩擦係数まで規定されているんです。摩擦係数や光沢度までそこまで指定されているとは知りませんでした。例えば反発性能の基準として指定された標準ボールを30センチの高さから静かに落下させたとき、天板全域で約23センチから26センチの高さまで跳ね返らなければならないという厳しいテストがあります。30センチから落として23から26センチですか？かなり高い反発力ですね。しかも天板全域でということは、端っこでも真ん中でも同じように跳ね返らないといけないわけですね。その通りです。もし天板の場所によってここはよく跳ねるけどあっちは跳ねないなんていう不均一さがあったらフェアな競技になりませんよね。ボールの衝突エネルギーをいかにロスなくかつ均一に跳ね返すか、これが卓球台工学の最大のテーマなんです。なるほど。その厳格な規格をクリアするためにメーカーの皆さんが材料や構造に知恵を絞っているわけですね。続いては卓球台の命ともいえる天板素材についての工学的なお話です。ケンジさん、卓球台の天板って具体的にどういう素材で作られているんですか？報告書のデータによると、現代の競技用卓球台の主流となっている機材は主に3つあります。それが高密度パーティクルボード HDPB、中密度繊維板 MDF、そして積層天然木構造です。聞き慣れない専門用語が出てきましたね。一つずつ噛み砕いて教えていただけますか？もちろんです。まず高密度パーティクルボード HDPB ですが、これは細かく砕いた木材のチップを高圧化で合成樹脂接着剤とともにギュッと圧縮して成形した木質ボードです。大面積で作っても曲げ合成が高く、面内の均一性に優れているのが大きな特徴ですね。木材のチップを固めたものなんですね。では、中密度繊維板 MDF はどんな素材なんですか？ MDF は木材をさらに微細な繊維状まで回線して成形したものです。パーティクルボードよりも粒子が圧倒的に細かいので、内部の密度勾配、密度のムラが極めて小さく、表面が鏡のように平滑に仕上がります。そのため、微小なバウンドの不均一を徹底的に排除したい高キル卓球台で多く採用されているんです。繊維レベルで平らになっているから、バウンドの乱れが少ないんですね。
そして3つ目が日本の三栄に代表される積層天然木構造、いわゆるスーパープライコアのような技術です。これは天然木材の薄い板を木目の繊維方向が交互に交差するように層を重ねて強力に圧着したものです。木目を交差させて重ねる合板のようなイメージでしょうか。仕組みとしては近いですが、はるかに精密です。天然の木材はどうしても空気中の湿気や温度変化によって反りや変形が発生しやすいという弱点があります。しかし、繊維方向を直角に交差させて積層することで、木材が膨張・収縮しようとする力を構造的に相互に打ち消し合わせる、相殺することができるんです。すごいです。木の特性を計算して反りを自分で打ち消す構造にしているんですね。さらにコニオールなどの屋外用モデルでは高圧ラミネート樹脂 HPL という数ミリから8ミリ程度の厚みの特殊樹脂機材が使われており、雨風や太陽の紫外線に耐えながら高い反発性能を発揮する工夫もされています。天板の素材についてよくわかりました。ところでケンジさん、卓球台を見ていると厚さ18ミリとか25ミリとか厚みにかなり違いがありますよね。この厚みって打球にどれくらい影響を与えるんですか？実は天板の厚みこそが卓球台の物理性能とバウンド特性を決定づける最も劇的な要素なんです。報告書の構造力学分析をもとに厚さの違いによる挙動の変化を順を追って説明しましょう。はい、ぜひ知りたいです。まず15ミリから18ミリ程度の薄型天板ですが、これは主にスティガのアドバンテージなどのエントリーモデルやレクリエーション家庭用モデルで使われます。ボールが激しく衝突した時、薄い天板は局所的な曲げ振動、つまり天板全体がわずかにしなるような振動が大きく発生してしまいます。板がしなってしまうんですね。ボールの運動エネルギーの一部が天板の振動として逃げてしまうんです。その結果、跳ね返りの高さ、反発係数 COR が低下し、バウンドが低くなったり減衰しやすくなったりします。なるほど。エネルギーが振動に化けちゃって跳ね返る力が弱まるわけですね。その通りです。それに対してバタフライナショナル25、ニッタッククレスト25、DHS T1223 といった公式大会で使われる22ミリから25ミリの厚みを持つ公認競技用天板では構造的な合成が劇的に向上します。ボールが衝突した際の歪みが極小化されるため、エネルギーの散逸がなくなり、高い反発係数と完璧に均一なバウンドが確保されるんです。25ミリになると板がビシッと硬くなってエネルギーをそのままボールに返し直してくれるんですね。さらに上がありますよ。欧州の超ハイエンドモデル、例えばティバースマッシュ 28R、28ミリ厚やスティガオプティマム30、30ミリ厚といった28ミリから30ミリの極厚天板です。ここまで厚くなると構造体の完成モーメントが絶大になり、天板全域でのエネルギー散逸がほぼ完全にゼロになります。ほぼゼロですか？はい、天板のどこにボールが落ちても寸分の狂いもない 100% 均一なバウンド応答が達成されるんです。厚みが増すというのは単に頑丈になるだけでなく、ボールのエネルギーをロスなく跳ね返すための物理的な必然なんです。天板の厚みがバウンドの高さやエネルギー効率に直結していることがよくわかりました。それでは天板の表面についてはどうでしょうか？ツルツルしているのか少しザラザラしているのかで違いが出そうですが。美咲さん、素晴らしい着眼点です。天板の表面塗装及び被覆技術はバウンドの高さだけでなく、スピン、回転及びボールの飛び出し角度をコントロールする上で極めて重要な要素です。やっぱり表面の加工も関係しているんですね。報告書の記述によりと、かつて卓球界でセルロイドボールからプラスチックボール ABS 樹脂製への素材変更が行われた際、ボール自体の表面が滑りやすくなったため、従来の卓球台ではボールが天板上で滑ってしまうスリップ現象が問題になりました。ボールが滑るとドライブをかけても台の上でつるっと滑って回転が死んでしまったりしますよね。そうなんです。そこで各メーカーは表面の塗膜技術を急速に進化させました。
特殊ポリウレタン塗膜、メラミン化粧板、ポリエステル塗膜処理などが導入され、天板表面の微細摩擦係数 COF と表面粗さを最適にコントロールするようになったんです。表面の摩擦係数を調整することで、プラスチックボールでもしっかり引っかかるようにしたんですね。天板の摩擦が高いとバウンドした瞬間にボールの回転運動エネルギーが前方への推進力や沈み込み運動へと変換されます。逆に摩擦が適度、ニュートラルだと素直で予測しやすい軌道になります。塗膜の摩擦一つでバウンドした後のボールの挙動まで変わってしまうなんて、まさに科学と物理の融合ですね。ここからは具体的なメーカーごとの特徴と製品ラインナップについて見ていきましょう。まずはリオデジャネイロオリンピックや東京オリンピックでも公式卓球台に採用された日本のトップメーカー、株式会社三栄さんです。三栄さんはまさに日本の伝統的な精密木工技術と先進的な色彩心理学、材料工学を融合させた世界最高峰のメーカーですね。オリンピックの映像で見たあの美しい曲線を描いた足と青い天板の卓球台、すごく印象的でした。あれは三栄のフラッグシップモデル、インフィニティですね。1台100万円を超える芸術品のような卓球台ですが、三栄のコア技術は天板にあります。パート4でも少し触れましたが、独自のスーパープライコア天板を採用しているんです。天然木材の層を交差させて貼ることで、気候や湿度の変化による反りを完全に遮断する技術ですね。その通りです。さらに三栄さんの素晴らしい特許技術が天板の塗装カラーであるレジブルー、青の瞳です。レジブルー、名前もすごくかっこいいですが、どういう効果があるんですか？積載心理学と動体視力測定に基づいて開発された色で、会場の強烈な照明の下でもボールの残像感を抑え、ボールの視認性、見やすさを飛躍的に高める効果があるんです。選手が極限のコンディショニングでプレイする際、ボールがはっきり見えやすいというのは絶大なアドバンテージになります。選手目線に立った素晴らしい開発ですね。衛生面での工夫もあると聞きました。銀イオンを配合した抗菌・抗ウイルス表面処理技術、パワフルネオコーティングをいち早く導入しています。ラインナップとしても、世界選手権五輪仕様のインフィニティを筆頭に、トップ競技用の 25mm 圧公認モデル IF ベリック W や VR ベリック W、 学校や実業団向けの IS100、パラゴンシリーズ、さらには車椅子競技に配慮したセパレート式まで非常に充実しています。打球特性としてはどんな特徴があるんでしょうか？三栄の天板は摩擦係数が高めに保持される傾向があります。そのため打球時にボールが天板へ深く食いつき、ドライブを打った時にはバウンド後に前方に鋭く沈み込み、カットを打った時には低く滑り出すという回転変化の著しい攻撃的な打球挙動を生み出すのが大きな特徴です。三栄さんの打球変化、すごそうですね。続いては世界中のラバーやラケットで圧倒的なシェアを誇るブランド、バタフライでおなじみの株式会社タマスさんです。タマスさんは自社が誇る世界トップクラスの用具開発、ラバー、ラケットで培った物理的知見をそのまま卓球台の開発に歓迎しているのが最大の強みですね。ラバーやボールを知り尽くしているバタフライさんが作る卓球台、どんな工夫がされているんですか？タマスの代表的な競技用モデルには、スターカー BS2 税込み32万4500円や海外市場向けの 25mm 圧モデルナショナル25、堅牢な下部フレームを持つスターカー BS80 などがあります。中級学校施設向けには 18mm 圧の BS120、税込み13万2000円やスターラインシリーズも展開されていますね。ラインナップもバッチリですね。技術的なポイントはどこでしょう？タマスの天板には高高度の CFB メラミン特殊化粧板と独自の多層塗装プロセスが組み合わされています。これによりプラスチックボール特有の表面のスリップ現象を完璧に防いでいるんです。スリップを防ぐ。はい、ボールが天板に当たった瞬間の食いつきがよく、バウンドした後に勢いを殺さずに前へ押し出す前進力、キックを極めて正確に再現してくれます。
高速ラリーの際にも打点の予測がしやすく、トップ選手が思い切って振っていける素直かつ攻撃的な打球特性を持っているのが特徴ですね。バタフライさんの正確なキック感も魅力的ですね。続いては、学校の体育館や公共施設などで誰もが一度は見かけたことがある超有名ブランド、日本卓球株式会社日卓さんです。日卓さんは全国の教育機関や体育館などの施設において圧倒的なシェアと信頼を獲得しているメーカーですね。確かに、学校の部活動で使っていた卓球台は日卓製だったという人はすごく多いと思います。日卓さんの卓球台の強みはどんなところにあるんでしょうか？まず一つは圧倒的な安全性と操作性です。日卓の代表的なモデルであるウイングシリーズやハノーバーシリーズ、税込み10万4500円からには独自のガスダンパー機構が搭載されています。ガスダンパーですか？車のバックドアとかに入っているような。まさにそれと同じ仕組みです。卓球台って重いので、折りたたんだり開いたりするときに急にガチャンと落ちてくると危険ですよね。でもガスダンパーが入っていることで力を入れなくてもスムーズにかつ安全に開閉ができるんです。安全面を重視する学校現場で絶大な信頼を得ている理由はここにあります。なるほど。力のない生徒さんや女性でも安全にセットできる工夫なんですね。もちろんトップ競技用のモデルもありますよね。トップ大会用の 25mm 圧公認台、日卓クレスト25やクワトロシリーズなどがあります。日卓の天板は高高度のメラミン仕上げになっていて、摩耗に非常に強く、摩擦特性がニュートラルに調整されています。ニュートラルな摩擦特性というと、癖がない素直なバウンドを提供してくれるということです。変に滑ったり急激に沈み込んだりせず、プレイヤーの打った通りの回転とスピードが素直にそのまま跳ね返ってくる。だからこそ練習用としても競技用としても誰にとっても扱いやすい王道の打球感を実現しているんですよ。日卓さんの素直なバウンドと高い安全性、長年愛される理由がわかりますね。さて、国内メーカーの解説の締めくくりとして、ビクタスさん、ユニバーさん、そしてその他の国内メーカーについて見ていきましょう。はい。株式会社ビクタス旧 TSP さんですが、モダンなデザイン性と堅実な技術力を融合させています。最上位公認モデルの VK25、税込み28万500円や普及用の VL18、旧 TSP から受け継いだプロ9などを展開しています。ビクタスさんの天板技術にはどんな秘密があるんですか？ビクタスは表層、中層、裏層でそれぞれ密度が異なる3層構造のパーティクルボードを採用しているんです。層ごとに密度を変えているですか？そうなんです。打球時に発生する不要な高周波振動、不快な微振動を層の密度の違いを利用して速やかに減衰、吸収させる構造になっています。その結果、打球した瞬間の手応えが手にくっきりと伝わるクリアでシャープな打球感を実現しているんです。手に伝わる感覚まで計算されているなんて繊細ですね。では、ユニバーさんはどうでしょうか？株式会社ユニバーさんは MDF 中密度繊維板の精密加工とフレーム成形に非常に長けたメーカーです。 SI18 などの実用モデルからディスクダンパー搭載の安全開閉型モデル、さらにはご家庭で楽しめるコンパクトなファミリーシリーズや武蔵シリーズまで5万円から20万円前後という幅広い価格帯で非常に豊富なラインナップを揃えています。普及型であっても合成が高く、反発力に優れています。家庭用から本格派まで選べるのは嬉しいですね。他のメーカーさんも気になります。水野さんは車椅子競技に対応したバリアフリー設計の 83JLT90126 など使う人に寄り添った設計を行っています。八坂さんは国内生産の MDF 天板にこだわった SP217F などの競技モデルを展開し、エバニューや東映ライトといったメーカーも学校体育向けに耐久性とコスパに優れた卓球台を多数供給しています。日本国内だけでもこれだけ多彩なこだわりがあるんですよ。日本のメーカーの技術力に感動しました。ここからは視野を世界に広げて、
海外主要メーカーの特需技術を見ていきましょう。まずは、卓球王国中国の最高峰ブランド、上海放送機 DHS さんです。DHS はオリンピックや WTT、ワールドテーブルテニスの公式機器サプライヤーであり、世界における競技卓球台のスペック基準を牽引している絶対的な存在ですね。DHS の卓球台というと、黄金色の巨大なアーチ脚のイメージがすごく強いです。そう、ゴールデンレインボー2やネオレインボーシリーズですね。脚部はデザインが美しいだけでなく、重厚な構造で天板を強力に支えています。さらに、最新の WTT ツアーで使われているダブル1000というモデルには、なんと脚部の構造体に LED ディスプレイスクリーンが直接埋め込まれているんです。脚のフレームに LED 画面がついているんですか？そうなんです。試合中のスコアや演出映像を卓球台自体が表示するんです。さらに、セパレート移動型の 25mm 圧国際公認モデル DHS T1223 や T101 など、トーナメント用のハイエンドモデルが目白押しです。中国のもう一つの雄であるダブルフィッシュも323や233といった ITTF 公認モデルで高い評価を得ています。DHS やダブルフィッシュの卓球台って打球特性にはどんな特徴がありますか？中国メーカーの天板は表面高度が極めて高く設定されているのが最大の物理的特徴です。表面が非常に硬いため、ボール衝突時のエネルギー損失、熱や振動への変換が最小限に抑えられ、反発係数 COR が極大化されています。エネルギーが逃げないから飛び出しがめちゃくちゃ速いわけですね。その通りです。台の上でバウンドした後の飛び出し速度がとにかく速いので、中国選手が得意とする台上でのピッチの速い攻撃や前陣での鋭いカウンタープレーに完璧に適合する打球特性になっているんです。中国製の超高高度爆速カウンター仕様、すごい迫力ですね。続いては、ヨーロッパの老種であり、ラケットでも有名なスウェーデンのスティラスポーツさんです。スティガは卓球台の量産化におけるパイオニアであり、構造工学に基づいた独自の折りたたみ機構や極厚天板技術で世界をリードしています。スティガさんの卓球台で特に注目すべきモデルは何でしょうか？まず驚かされるのが、パート5でも名前が出たオプティマム30です。このモデル、天板の厚みがなんと30ミリもあるんですよ。普通の競技用が25ミリですから、さらに5ミリも厚い、3センチの分厚い機体ですね。そして技術的に最も素晴らしいのが、特許技術であるスーパーコンパクトシステムと商業グレードのエアピストンを搭載したプレミアムコンパクト、約1995ドルから2399ドルです。エアピストン、どんなシステムなんですか？大型のエアピストンが重い天板を持ち上げる力をアシストしてくれるので、一人の力でワンアクションで安全に設営収納ができるんです。しかも収納時の奥行きがわずか約56センチという極限の小スペースを実現しています。56センチ？あんなに大きくて分厚い卓球台がそんなにコンパクトに畳めちゃうんですか？そうなんです。欧州やオーストラリアのプロクラブで高いシェアを誇るエキスパートローラー CSS やエキスパート VM、さらにアメリカでベストセラーのアドバンテージプロ、全天候型の XTR アウトドアまで、家庭用からプロ用、屋外用まで完璧なラインナップを揃えています。スティーガさんの30ミリ天板とエアピストン収納、素晴らしい機能性ですね。続いては、国際大会での実績も豊富で、北米市場でも圧倒的な人気を誇るブランド、ヨーラさんです。ヨーラさんはドイツ発祥で、現在はアメリカ市場でも絶大なシェアを持つグローバルブランドですね。ヨーラさんの卓球台のラインナップや技術的な強みを教えてください。ヨーラのハイエンド競技用モデルといえば 3000SC プロです。特殊なポリエステル超高速表面処理が施された天板を採用していて、プラスチックボールとの微細摩擦を最適化し、打球後の初速、ボールの飛び出しスピードを殺さずに維持する性能に長けています。初速を維持してくれるんですね。折りたたみのハイエンドモデルはどうですか？
最高峰折りたたみモデルのローロマットプロやリューマットプロ、2000S プロなどプロ仕様のモデルが揃っています。さらに一般家庭用として北米で爆発的に売れているジューラインサイドシリーズやラリー TL などもあります。普及型からプロ用までカバーしているんですね。それだけではありません。ヨーラの非常に面白いところがデザイナーズインテリア卓球台の分野です。例えばジューラ・バークシャーというモデルは高級感あふれる美しい木目デザインになっていて、普段はスタイリッシュなダイニングテーブルや会議用テーブルとして使い、ネットを張ればそのまま公式サイズの卓球台になるんです。会議室のテーブルがそのまま本格的な卓球台になっちゃうんですか？すごくおしゃれですね。家具調デザインの RS バルセロナ U&Me や全天候型アルミ複合天板のアルテルナアウトドアなど、競技という枠を超えてライフスタイルの中に卓球台を溶け込ませる提案を行っているのがヨーラの大きな魅力ですね。おしゃれな家具中卓球台まであるなんて驚きでした。続いては同じくドイツの超有名ブランドティバーさんとドニックさんを見ていきましょう。ティバーとドニックは共にヨーロッパのプロリーグで絶大な信頼と支持を得ている実力派ブランドです。まずティバーさんの卓球台の特徴から教えていただけますか？ティバーのフラッグシップモデルスマッシュ 28R は業界最高峰の 28mm という超極厚の高密度 MDF 天板を採用しています。28ミリ厚。これもかなりの分厚さですね。28ミリの極厚 MDF によって面内反発誤差をゼロに近づけるというすまざしい設計がされています。天板のどこで打っても反発の振れ幅、ムラが極小なので、長時間の激しいラリー戦においてもプレイヤーが思い描いた通りのコントロール安定性を発揮してくれます。小スペース構造のスマッシュ 28SC やクラブ向けの SP オールスターテーブルも人気です。どこで打っても同じ反発が得られる安心感。ラリー重視の選手にはたまりませんね。では、ドニックさんはどうでしょうか？ドニックは欧州市場で非常に広範な製品網を展開しています。ハイエンドの屋外公認仕様であるプレミアム SL アウトドアや一般クラブ用のスタイルサウゼンドインドアアウトドア、学校やレジャー用のインドアアウトドアローラー800、1000など用途に応じたきめ細やかなモデル展開が特徴です。ドイツ勢のこだわりもすごいですね。海外メーカーのラストを飾るのはフランスのメーカーコニオールさんです。コニオールさんはどんな分野に強いメーカーなんですか？コニオールさんは全天候型、つまり屋外用卓球台の分野において世界市場をリードする絶対的なパイオニアです。屋外用卓球台のパイオニア。屋外用の卓球台って雨が降ったり太陽の光が当たったりしても大丈夫なんですか？そこがコニオールの特許技術のすごいところです。例えば最高峰モデルの 700X アウトドアには 8mm 厚の高圧ラミネート樹脂 HPL 天板が使われています。木製天板だと雨で腐ったり湿気で反ったりしてしまいますが、 HPL 樹脂天板は完全防水、耐候性抜群なんです。樹脂製の天板なんですね。でも外だと太陽の光が反射して眩しくないですか？それも見事に解決しています。マットプラスという10倍の光反射防止コーティングやソフトマットという3倍の反射防止コーティングが施されているので、直射日光の下でも眩しくなく快適にプレイできます。プロ公認屋外競技に対応する740ロングライフなどのモデルもあります。直射日光対角までされているなんて完璧ですね。さらに驚くべきは、大学や公共の公園などに常設されるアーバンアウトドアやパークアウトドアというモデルです。耐荷重がなんと1200キロ、1.2 トンもあり、耐静電気やいたずら防止、耐バンダリズム構造を備え、10年保証、20年修理部品対応という怪物のような耐久性を誇っています。1.2 トンの重さに耐えられる卓球台、大人が全員乗ってもびくともしない頑丈さですね。フランスのおしゃれさと頑丈さが融合していてすごいです。ここまで国内外の主要10メーカーの技術やラインナップを見てきましたが、一度ここで全体を整理して比較してみたいです。ケンジさん、各メーカーのスペックや特徴をまとめるとどうなりますか？
はい、報告書にまとめられている比較マトリクスをもとに、各社の主要拠点、天板素材と厚み、物理特性、想定価格帯を分かりやすく整理しましょぜひお願いします。まず日本のメーカーですが、3A は積層天然木交差合板 25mm で高い表面摩擦により回転変化が顕著。タマスバタフライは CFB メラミン 22mm から 25mm で強いキック感。ニッタクは高高度メラミンでニュートラルなバウンドとガスダンパーの安全性。ビクタスは3層構造パーティクルボードでクリアな打球感。ユニバーは高密度 MDF で高い合成です。日本のメーカーはきめ細やかな木工技術と繊細な打球感のコントロールが際立っていますね。海外メーカーはどうでしょう？海外メーカーでは中国の DHS が超高高度天板で爆速カウンター向け、スウェーデンのスティガは 30mm 極厚板やエアピストン収納、ドイツのヨーラは初速維持塗装とインテリア調、ティバーは 28mm 極厚板でムラ度内安定性、フランスのコニオールは耐候性 HPL 樹脂と 1.2 トン耐荷中です。こうして一覧で比較すると、国やメーカーによって何を一番大切にしているかという設計思想の違いがはっきり見えて面白いですね。メーカーごとの比較で全体像がすごくよくわかりました。ここからはさらにディープな物理の世界、ボールと卓球台の相互作用について掘り下げていきましょう。ケンジさん、パート6でセルロイドボールからプラスチックボールへの移行というお話が出ましたが、具体的に台の上でどんな物理現象が起きているんですか？はい、ここはシステム力学として非常に興味深い部分です。2014年以降、世界的にセルロイド製ボールから ABS 樹脂製のプラスチックボールへ完全移行しましたよね。はい、ボールが少し大きくなってプラスチック製になりました。プラスチックボールは従来のセルロイドボールに比べて表面が硬く滑りやすいという物理特性を持っています。そのため天板に衝突した瞬間の摩擦・接地挙動が全く変わってしまったんです。衝突した瞬間の摩擦ですね。ボールが天板に衝突したとき、天板の微細摩擦係数 COF が高いか低いかによって、ボールが持っている回転運動エネルギーが前方への推進力や跳ね上がり運動にどう変換されるかというスピン変換率が決まります。スピン変換率、難しそうな言葉ですが、具体的にはどういうことですか？例えば 3A やタマスの卓球台のように天板の摩擦係数が高く設定されている場合、ドライブボールがバウンドした瞬間に天板がボールの回転をしっかりと捉えます。食いつく。すると回転エネルギーが前方への強力な推進力に変換され、バウンド後にボールがギューンと前方に沈み込むようなキックを起こすんです。だからドライブをかけた時に相手のコートで急に伸びて沈むわけですね。逆にカットボールだとどうなりますか？カットボール高い点の場合、高い摩擦によって回転が低く滑り出す運動に変化します。一方でニッタックのように摩擦係数を極端に高めずニュートラルに抑えている天板では、バウンド後の不規則な軌道変化や失速が少なく、プレイヤーがコントロールしやすい素直な軌道を描きます。なるほど。天板の摩擦塗装とボールの素材が出会う一瞬のコンマ数秒の間に、そんな激しい物理現象とエネルギー変換が起きていたなんて、まさにシステム力学ですね。ボールと天板のコンマ数秒の物理現象、鳥肌が立ちました。ところでケンジさん、どんなに素晴らしい卓球台でも長く使っていると劣化したり状態が変わったりしますよね。卓球台の性能を維持する上で一番の敵って何なんでしょうか？報告書が指摘する最大の物理的要因はズバリ湿気・湿度です。湿気ですか。雨の日の体育館とか確かにジメジメしますよね。そうなんです。パート4でお話しした通り、競技用卓球台の天板機材である MDF やパーティクルボードは木質吸湿材料です。つまり細かい木材繊維やチップでできているため、空気中の水分を吸いやすい多孔質構造なんですね。木だから水分を吸っちゃうんですね。水分を吸うとどうなってしまうんですか？相対湿度が 60% を超えるような環境下に長期間放置されると、天板が水分を吸収して不可逆的な微細膨張、元に戻らない膨らみを引き起こします。すると板の内部密度が低下し、
ボールが当たった時の振動減衰係数が極大化してしまうんです。振動減衰係数が極大化する。つまりどういうことでしょう？ボールが当たったエネルギーが膨らんだ木材内部の隙間で吸収されて散逸してしまうため、跳ね返りの高さ、反発係数 COR が著しく低下して、ペチペチと跳ねない死んだ台になってしまうんです。うわあ、今日の台なんか全然跳ねないなというのは、湿気で天板が水分を吸ってエネルギーを吸収していたからなんですね。その通りです。だからこそ公式大会や体育館では空調による徹底した湿度管理 50% 前後が必須なんです。またメーカー側も天板の裏側や側面に耐湿プライマー処理を施したり、金属フレームで周縁を補強することで湿気による劣化を防ぐ技術革新を続けています。湿気対策一つをとっても科学的な裏付けがあるんですね。さて、ここまでの内容を踏まえて、これからの次世代の卓球台がどう進化していくのか、将来の展望について教えてください。はい、次世代の卓球台開発における最大のトレンドは、サステナビリティ、環境対応とデジタル技術、デジタルトランスフォーメーションの2つです。環境対応とデジタル化、それぞれどんな取り組みが進んでいるんですか？まず環境面ですが、国際卓球連盟 ITTF は2027年から ITTF グリーンラベルという環境認証制度を導入予定です。これに合わせて各メーカーは適切な森林管理を証明する FSC 認証木材の採用や塗料の脱溶剤化、有機溶剤を使わない水性塗料や UV 効果塗料への切り替え、製造工程での CO2 排出量削減を急速に進めています。地球環境に優しい卓球台へとシフトしているんですね。では、デジタル化のスマート卓球台というのはどんなものでしょうか？上海本数市 DHS やヨーラ、バタフライなどの研究開発で進んでいるのが、天板内部への圧電センサーや光学カメラトラッキングシステムの組み込みです。天板の中にセンサーやカメラが埋め込まれる。はい、ボールが天板のどこに落ちたか打球位置、バウンド時の速度、さらには回転数をリアルタイムで計測・解析し、プロジェクションマッピング技術を使って天板の上に直接、速度何 km/h、回転数何 rpm と視覚的データとして表示するトレーニング支援システムです。すごい！まるで SF 映画や最新のスポーツゲームの世界ですね。そうなんです。卓球台は単なるボールを打ち返す板から選手の能力を可視化し、トレーニングを高度化する先進的なデータインフラへと進化を遂げつつあるんですよ。スマート卓球台の未来、本当に楽しみです。それではケンジさん、今回の包括的調査報告書のまとめとして最終的な結論をお願いします。はい、国内外の主要メーカーが手掛ける現代の卓球台は、精密な材料工学、防振合成設計、そして高度な表面塗膜制御技術が集約された、まさに先進的な競技システムです。本当にただの木製テーブルでは絶対にないことがよくわかりました。日本のサンエイ、タマス、バタフライ、日本卓球、日卓、ビクタスなどは高度な木工加工と繊細な塗装制御によってボールのスピン性能を最大限に引き出し、高い安全性と信頼性を実現しています。一方で中国の DHS、スウェーデンのスティーガ、ドイツのヨーラやティーバ、フランスのコニオールといった海外勢は LED やデジタルトランスフォーメーションの統合、30ミリ極圧天板による打球異質化、エアピストン式小スペース構造、あるいは HPL 樹脂を用いた全天候型技術など、多様なアプローチで市場を切り開いています。これからは卓球台を見るときに、この台の天板の厚さはどれくらいだろう、どんな表面塗装なんだろうってワクワクしながら観察してしまいそうです。今後卓球台を選定したり白井を観戦したりする際には、単なる価格や天板の厚みだけでなく、使用ボールとの相性、湿気管理、環境サステナビリティ、そしてデジタル拡張性といった多角的な視点から評価することが重要になってきますね。卓球台の真実を知ることで、卓球というスポーツがもっと深く、もっと楽しくなりますね。ケンジさん、本日は本当にわかりやすく奥深い解説をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。視聴者様、
本日も最後までご視聴ありがとうございました。